家が金持ちで何でも書いて何でもできる人を羨ましく思います。なんでそういった人は恵まれているのに性点見せつけるような動画をアップするのでしょうか。貧乏家庭に対するアピールなのでしょうか。不幸せだからです。ちょっと前にね、産休クッキーっていうのがね、配られた事件っていうのがあるんですよ。妊娠した女性の人が産休を取りますので、職場に産休クッキーというのを配りましたと。そしたら産休クッキーというのを受け取った人が、子供が作れないか持てないか結婚しないか分かんないですけど、自分が幸せであるというのをアピールして、私の気分を害してきたと。なので、こいつは嫌いだ。そういうのを見せつけてくんなみたいなのを、ツイッターでずっと文句を書くみたいなのがあって、で、なんか私もそう思いますみたいなのがどんどん載ってって、産休クッキーみたいなのを配るやつっていうのは、人の心のわからないクズだよねみたいなので、盛り上がるみたいになったんですよ。産休はね、産む休むの産休クッキーで、英語の産休の方じゃないですか。被せてるのかもしれないけど、本当どうでもいい話なんですよ。結婚できない人の気持ちを考えろっていうね。僕もどうでもいいと思うんですけど、ただ僕らはどうでもいい話なんですけど、じゃあこれの何が問題かというと、幸せであるということを他人に言うとデメリットが発生するということなんですよ。自分が幸せであるということを別に誰にも言う必要はないんですよ。でもなんかそれを誰かに言うとデメリットが発生するんだったら、それは言わない方がいいよねってなるんですよ。もちろん人によるんですけど、誰が地雷か分かんないんですよ。誰に言われるか分かんないし、無用に恨まれるから、じゃあこれは私幸せですって言わない方がいいよねっていう安全策を取るんですよ。産休クッキーを配ったことで、産休クッキーありがとう、じゃあ5000円払うとかって言うんだったら、それ配った方が得だよねってなんですけど、産休クッキーを配ることによって、なぜか恨まれるみたいな面倒が起こるんだったら、それはやらない方がいいよねっていうことになっちゃう。そう、わざわざ的になる行為になっちゃうんですよ。基本的には自分が幸せになりますというのはしない方が良いんですよ。なのでみんな旦那の文句を言うんですよ。うちイチャイチャで楽しいですとかって書くと、うちはこんなに不幸なのにとか、マジ旦那殺したいぐらいムカつくのに、なんでこいつ幸せ自慢してんのムカつくみたいなので嫌われるんですよ。基本的にはその不幸自慢をすることによって、私も不幸だけどあなたも頑張ってねみたいなので傷を舐め合うっていうのであれば敵を作らないんですけど、いかに敵を作らなければ安全に生きられるかっていうところで考えると、やっぱり幸せであるというのを口に出さない方がいいよねっていうことになるんですよ。で、全然関係ない人たちっていうのが結果としてツイッター上で調べてる限り、なんか知らんけど結婚してる人たちっていうのは、旦那というのはクソだったら殺したいとか不凍液飲ましたいとかっていうのをずっと書いてて、全然幸せそうじゃないよねとか、子供が生まれたら大変だよねとか、時間が取られたらマイナスことしか書かないよねっていうので、マイナスにしか見えないっていうところで、ひたすらそのマイナスの情報しか手に入らないんですよ。で、タレントさんみたいな人は別にもういいんですよ。もともと嫉妬される人だから、あれは関係ないよね。あちら側の世界だよねってなんですけど、やっぱりその素人同士だと、例えば辻ちゃんにはなれないじゃないですか。辻ちゃんにはなれないからもう知ったこっちゃないよねので、アラブの石油とかも勝手に金持ちとして金ばらまいて、大金持ちで幸せになったんですけども、どうせなれないから知ったこっちゃないよねなんですけど、職場で同じような業界で働いている OL です。年収500万円ですみたいな人だと、私もそこにいたかもしれないのになれなかったよねっていうことで、自分がなれる可能性があるがゆえに、妬むし、ひがむし、嫌いになるっていうところになってしまうので、出る杭になっちゃうんですよね。出過ぎた杭は打たれないんですよ。多少出てる杭が打たれるっていう。高須クリニックとかがヘリで何か話しててもどうでもいいんですよ。ヘリで移動してるやつの話なんか知ったこっちゃないから。でもこれが電車の中で話すような人たちっていうのが仲間だと思われて、でも仲間だと思うのは違ったっていうのがあるので、日本社会というか日本のインターネット、日本語圏は割と幸せな人はずっと身を潜め続けているっていうことになるので、結果として日本のインターネット社会を見てると、幸せな人というのは全然いなくて、何かやるたびに不幸が訪れるよねというふうに思ってしまうっていう。子供を作る人も減るし、結婚する人も減るということで、社会にとってあまり良くないんじゃないかなと思うんですけどね。社会的にはよろしくないと思うんですけど、でもしょうがないですよね。同じブランドばかり着るもそれですね。みんなが着てるから、それを着てるとおしゃれで安全なんじゃねっていうふうに思って、それを着てしまうっていう。格差が大きい国の場合は、マレーシアとかだとすげえお金持ちもいるし、すげえ貧乏な人もいたりするので、みんながみんな同じレベルだと思ってないので、あの人はああいう位だよねっていう、一億総中流みたいな、多分日本のその、考え方が良くないんじゃないかなと思うんですけど、本来別にみんな中流じゃないんですよ。いろんな人がいて社会はバラバラの人がいるよねって話なんですけど。いやー、だからね、幸せになることに対して恐怖感を感じる人っているんですよね。幸せになってしまうというのはきっと何か騙されてるんじゃないか、良くないのではないかって思う人もいるんですけど、素直に幸せを受け入れるという方が人生幸せになるタイプもあったりするんですよ。
なので本当にいい彼氏でよかったねって話だと思うので、素直に幸せを受け入れた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。そう幸せすぎて怖い、マリッジブルー的な、あれなんかひょっとしてこれ幸せすぎてやべんじゃねえみたいな、幸せになってるということはきっと不幸が後から来るんじゃないかみたいな、こんな私が幸せになってしまうということはきっと何か落とし穴があるんだみたいに考えてしまう人がいるんですけど、僕人生ずっと幸せです。落とし穴落ちたことありません。なのでなんかやりたいことだけやって幸せで人生楽しいなーっていうので、何の落とし穴にもならないまま楽しく暮らす人っていうのもいるので、そっちの方がいいんじゃないかな。愛着障害で親とか子供の頃にいろいろ不幸があった人とかは、だからこんなに幸せだと何か落ちることがあるんじゃないかみたいになったりするんですけど、山あり谷多めの人とかね、そこでなんかこいつ大丈夫かっていうのを疑うのは全然あると思うんですけど、だからそうなんですよね。だからニコ動から追い出されたことはあの時は嫌なことだと思ったんですけど、結果として追い出されてよかったよね。今頃だってニコ動がクラッキングされましたとかで謝るの嫌だもん。だからその場の時にそれが失うというのは良くないから損だよねというふうに考えることはあるんですけど、しょうがないよねってなって、結果として何年か経つと、いやあそこから離れてよかったわとかなるんだよね。僕2チャンネル乗っ取られたじゃないですか。だから2チャンネルとか5チャンネルとか今僕関わってなくてよかったよね。やっぱほら SNS 関わってるとさ、いろいろ叩かれるわけじゃないですか。なんか俺のサイトじゃないんで関係ないっすっていうので、責任もなく楽しく暮らせてるというのは結果としていろんなものが手離れしたからなんですよね。僕は自分から手放してないんですよ。2チャンネルもニコニコ動画も。でも勝手に手離れたおかげで、さらにいいのが手離れた結果、あいつらみんな失敗してんのね。ひろゆきがいなくなったおかげであのサイトが大成功したよねってなると、ひろゆき本当に無能だったよねとか足引っ張ったよねってなるんだけど、僕がいなくなった後も2チャンネルもニコニコ動画も超失敗するじゃないですか。だからざまーってなるんですよ。ざまーってでも関わってるからなんかうまくいってないのは残念だなって思うんだけど、そうは言ってもでも失敗するよねと思ったらものを見事に失敗してるから、そうなるよねっていうので、そういう意味でいくと僕は割となんか自分から離れたわけじゃないのに勝手に離れて、結果として離れていいタイミングで離れたから得してるよねっていう、これ運なんですよ完全に。はい。なのでそういう意味でくね、運がいいっていうのはね結構重要なんですよね。だからね、何をもって運とするかなんですけど、だから良かったよねって思えるメンタルの強さと運はやっぱりね、ある程度相関してる気がするんですよね。自分が手放したもの、なくなったもの、切り離されたものがあった結果、今が不幸だよねと考えるか、これなくなったらなんかすげえ磨かなくなったからやったーとか、あいつら全然なんかうまくいってないからあれ関わんなくて本当よかったわっていう風に思えるかどうかで、そこは多分ね、コップに半分水があると思うのか、半分しか水がないのかと思うのかみたいな話で、だからね、配偶者選びに失敗するとね、むしろいいっていう孔明の論理というのがあって、何をもって成功かというのはすごく難しいんですけど、いろんなものがポジティブに捉えられた方が結果としてうまくいくっていうのがあって、孔明の嫁は毒嫁だった説っていうのがあって、諸葛孔明、悪妻は割と男性にとっては得である説っていうのがあったりして、ただうちの彼女がキレてる時とかは結果として僕はだから幸せなのかなとか思いながら、うちの彼女キレてたら怖えみたいな思ったりするっていう。実際どうなのか分かんないですけど、マイナスかけるマイナスはプラスなんですよ。なのでね、マイナスが重なると割と良いことがあるんじゃないかなっていうふうに思ったりするので、なので結果としてお得してるみたいな。だからサッチーもね、世間的にはすごい悪妻みたいなこと言われてたんですけど、でもサッチー亡くなったら野村監督すぐ死んだよね。笑い話じゃないんだけど、だから何をもってその人にとって得なのかプラスなのかっていうのはやっぱりね、何年か経ってみないと分かんないんですよ。物事はね、自分にとってプラスに考える癖を持ってる方が結果として多分得なんじゃないかなと思うんですよね。コップに半分しか水がないと考えるのか、半分も水があると考えるのかで、同じものを見ても楽しい、やった得したって思ってると、なんかあの人得してるとか、あの人楽しそうっていうので人が寄ってくるんですよ。で、人が寄ってくる人って多分人が寄ってくる人だから寄ってくるんですよ。例えばじゃあヒカキンさんと仲良くなりたいですかって言ったら、みんななりたい、多くの人がヒカキンさんと仲良くなりたいって思うじゃないですか。本田圭佑さんと仲良くなりたいですか、なりたいですなるじゃないですか。
で、あれってみんなが好きだからなりたいのよ。本質的にその人が本当にいい人かどうかとか、金くれるかどうかとか、おごってくれるかどうかって知らないでしょ。本田さんおごってくれるし、ヒカキンさんもおごってもらった気がするな。焼肉屋。だから大体いい人はおごってくれるんだけど、なのでみんなが寄ってるからいい人で、本質的にその人がいい人かどうか実はね、そんなにもう重要ではない。なのでそうすると人が寄ってくるような状態って割と楽しそうにしてるとか、いい人そうに見えるとか、ポジティブでプラスに見えるは結構多いんですよね。マイナス思考でこの人の周りにいると面白くないよねとかっていう、ずっと愚痴言ってるとか、脂っこい感じの息を吐くとか、夏場は暑いとかだとやっぱり近くに寄ってくる人減るじゃないですか。っていう風になっちゃうよりも、やっぱりなんかうまくいってる人ってそうなんだよね。だからうまくいってる人は楽しそう。楽しいからうまくいくのか、うまくいってるから楽しいのかのどっちが正解かわからないんだけど、結果としてうまくいってる人は楽しそうなので人は寄ってくるんですよね。なのでなんかネット上で悪口とかをいっぱい書いてる人はやっぱりうまくいってないのかなっていう風に周りに思ってしまうので、そうするとその周りからどんどん人が減っていて、あの人周りから人が減ってるらしいよみたいなのが噂で流れると、やっぱり近寄らなくていいよねみたいなことになってしまったりするみたいなのがあったりするので、僕はおごってくれるのは全然行きますよ、知らない人の前。知らない人でもおごってくれたら、知ってるおごってくれる人になるので。だからおごってくれる人は自分の知ってるおごってくれる人になる。なので、何事があったとしても、プラスに考える。あとね、これがね、ちょっとね、本当に皆さん言うべきではないし、思うべきではないことを、岩井俊二さんが言っていて、悪者顔ってあるよねって話をしてて、で、世の中ってやっぱり見た瞬間に悪者の顔をしてる人といい人の顔をしてる人っているんですよ。人間の顔はコントロール不能でルッキズムだから言うべきではないよねっていうのはおっしゃる通りです。僕もそう思います。おっしゃる通りだとは思うんだけど、でもね、やっぱりね、人はそういう印象を持ってしまうんですよ。だからそういう意味でいくと、人にはいい人の顔と悪役の顔、人相と人間が感じてしまう顔はやっぱりあるんだと思うんですよね。構造的にどうという話じゃなくて、文化的にこの人の顔はそう感じるよねという人相が多分あるんだと思うんですよ。だからそう考えるとね、これがね、顔つきの構造的な骨と筋肉と肌の感じではなくて、表情の作り方によるものもあると思うんですよね。そうそう、画角とかシナリオだけじゃなくて、その人のね、表情の作り方っていうのに結構あるんですよ。詐欺師はね、いい人そうな顔つきの人多いんですよ。マジでマジで。はい。唇のこっちが、両端が下がる表情を自然にしちゃう人って、やっぱりそのね、悪い人そうに見えちゃうんですよ。口角が下がってるってやつ。僕基本的に他人バカにしてるんで、大体笑ってるんですよ。なので、口角上がりがちなんですよ。大体何を見ても他人をバカにして下に見てるので楽しそうに見えちゃうんで、口角上がりがちなんですけど、悩みの多い人って口角下がりがちで、そういう人ってやっぱりちょっとね、印象として信用できないとか悪い人って見えがちになってしまうんですよ。幸薄い顔あるんですよね。綾野剛さんの地面師のね、幸薄い顔はすごいですよ。綾野剛さんほらガーシーさんに刺されたりとかで、やっぱり幸薄いよなっていう、顔つきじゃなくて人生も幸薄いよなっていうので、はい、すいません、はい、失礼しました。お疲れ様です。おやすみなさい。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。